はい、こんにちは、サミです。今回この動画ではですね、つぶあんを作って食べていきたいなと思います。じゃあ早速調理に入りましょまずは、つぶあんに欠かせないものって言えば、もちろん小豆です。イギリスでは小豆っていう豆はあんまり知られていないので、一般のスーパーでは見つけられません。頑張って探せば見つけられるんですが、味が若干違って、つぶあんなどっていう甘い料理にはあんまりふさわしくないなと思います。実はそういった小豆を使ってつぶあんを作ってみたことがあるんですが、正直に言っちゃいますと、味はあんまり美味しくなかったです。しかし今回は特別にジャパンセンターという日本系のスーパーで北海道産の小豆を購入することができました。なのでそういう本格的な小豆を使うのはすごく楽しみです。ここで全部使わないで半分ぐらいを瓶に入れたまま残していきたいなと思います。それはなぜかって言いますと、少しね、もし失敗しちゃったらすごく困るから、一応プラン B が欲しいなと思ってます。でも他にも二化成玄米などを作ってみたいなと思ってるんで、それで使おうと思います。僕が住んでいる場所の店は香水あるいは非常な香水というものが多いので、それを使って豆を洗うと味が妙に変わってしまうかなと思います。だからボトルに入ってる軟水を使っていきたいなと思います。いやー、こうこだわらなくてもいいと思うんだけど、やっぱりこういうところでこだわったりするのが楽しいんですよね。小豆を丁寧に洗ってから汚れたお水を流して新しいお水を入れていきたいと思います。これからですね、アク抜きという、作業に入ります。アク抜きっていうのはですね、一度小豆を煮込んで火を止めてしばらく放置して煮汁を捨てるみたいな作業になります。なぜアク抜きするかって言いますと、小豆が煮やすくなるらしいのでやってみたいなと思います。実は買った小豆の概要に載っている説明によると、小豆を一晩水につけるのがステップ1なんで、一歩目から間違ってるということになっちゃうんですけれども、使ってるレシピを信用しているから、きっと大丈夫だと思います。多分。もう熱湯したので、火を止め、蓋をして20分ほど放置します。待っている間に、最後に使う砂糖を紹介したいなと思います。お水の種類までこだわりがあったし、できればちゃんとした和三盆糖か三温糖を使いたかったのですけれども、日本のスーパーまで置いてありません。さすがに日本に行って自分で買って帰るみたいなわけにはいかないから、代用品として何を使えばいいかちょっと調べてみました。そこで該当したのはブラウンシュガーだったんですけれども、やっぱり違うから無難の白砂糖を使うべきかなって迷いました。ただこのブラウンシュガーは、僕のお父さんの出身のモリシャスさんのものだから、とっても上品な甘さもあるし、すごくしっかりしている砂糖だから、そっちの方にちょっとね傾いてしまいますよ。もうすでにいい香りがしています。はい、というわけでアク抜きが終わりました。この煮汁を飲めると聞いたので、捨てないで飲んでみたいなと思います。鍋の煮汁も捨てないでお味噌汁などにするという、性格があるから、こうできるというのはちょうどいいと思います。しかも無駄にならないからすごくいいと思います。じゃあいただきます。おいしいです。いや、おいしいです。でももっと甘い味を想像してたんですね。香りからしたらすごい甘い香りがしてたんだから、これも甘いかなと思ってたんですけれども、実際はですね、紅茶みたいな味がしてて、そう意外とね紅茶みたいな味がしているんですけれども、僕はねイギリス人なんで、そういうね紅茶に近い味とかは結構好きなんで、これからも飲んでいきたいなと思います。美味しいです。でもさすがに牛乳入れたらミルクティーにならないんですね。はい、それをお願いします。
はい、続いてこれから1時間ほど弱火でコトコト煮ていきたいなと思います。豆が踊って潰れてしまわないようになんか落とし蓋みたいなのを使えばいいんですが、僕は持ってないし、なんか買おうと思ったらまたどこでも見つけられませんでした。だから日本から買って帰りたいなものがまた増えてしまいましたね。でもちゃんと見てて煮ていきたいなと思います。水分がちょっと切れてるからもう少し水を入れていきたいなと思います。ゆっくりね。最初にアク抜きという作業をしたのにアクがまだ出てしまいました。レシピにアクが出るよっていうみたいなのがなかったんで、多分取らなくてもいいと思うんですが、他にすることはないんで、なんか時間潰しみたいな感じで軽く取っていきたいなと思います。たまにですね、完全に使ってない豆があるんで、その場合はちょっと菜箸を使って押していきたいと思います。こんな感じです。はい、時間が経過したので豆の煮具合を確かめてみたいなと思います。指でいくつかの豆を潰して芯まで火が通ったか確認します。僕はラーメンの麺もそうなんですが、少し固めの方の粒あんが好きなので、このぐらいがちょうどいいと思います。だからまた火を止め蓋をして20分ほど蒸らします。前に粒あんを作った時はこのステップをしないで作ってしまったんですけれども、そのせいでですね、砂糖を入れた後に豆がすごく硬くなってしまって、で少し硬めの方が好きだと言ってましたが、この時はね石みたいな硬さになってしまったんで、食べられなくなっちゃいますね。だからこのステップはすごく大事だと思います。はい、これからですね、前と同じ量の砂糖を測っていきたいと思います。で、ご覧の通りブラウンシュガーにしました。いや、こんな量の砂糖は恐ろしいです。無難なチョイスではないと言っても、料理は失敗して成長するものだと思います。しかも好きな材料を使うの方が楽しいし、楽しんでいるなら、それで十分いいと思います。続いて砂糖を弱火で溶かしていきたいと思います。溶かしやすくなるからお水をちょっとだけ入れました。でもこの辺でですね、ブラウンシュガーにして本当に良かったかなってちょっと心配しました。小豆を投入する前にこれをちょっとね味見してみたいなと思います。やっぱり小豆に合うかな。ちょっと自信失ってしまったよし、いよいよ本番だ。はい、というわけで自信を取り戻して小豆を投入しました。それからよく混ぜて砂糖と小豆を一つにします。いやー、この風景ですごく癒されますね。じゃあ味見してみたいなと思います。結構いい感じしてるんだけど、味の方はどうでしょうね。としました。いただきます。いや、美味しいです。完成です。はい、出来上がりです。出来たての粒あんを食べる機会はほとんどないので、すごく嬉しいです。実際に使う前にちょっと冷ましていきたいと思います。その後でですね、瓶に入れて冷蔵庫で保存します。そうですね、この動画でたくさん使っていろいろ食べていきたいなと思うんですが、こんなに長くなったんで動画の方ではですね、別の機会でしようかなと思います。どら焼き、おしるこ、そして僕の大好きなあんこトーストも全部作って食べたいなと思います。こうして名古屋に行けなくても米田さんの小川トーストを楽しむことができますよね。いやー、楽しみです。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いできればなと思います。さようなら。